はい。では、始めたいと思います。よろしくお願いします。はじめまして、今日の LT はですね、株式会社 A チームライフデザインの私、加藤、普段も M 金というハンドルネームでやってます。あと後半は同じ会社の、大江くんと一緒にやらせてもらおうと思います。よろしくお願いします。今日はですね、スベルトをプロダクトに導入した話というお題で、スベルトのサイトをですね、今日まで約10ヶ月運用したお話をしたいと思います。前半はですね、スベルトをプロダクトに導入した背景とか、導入までにチームで取り組んだことを発表したいと思います。で後半は、大江君からサイトに使った技術スタックと、そのメリット、デメリットなどを発表したいと思います。この発表を通じてですね、日本でもスベルトを使った事例が増えるきっかけになったらいいなと思います。よろしくお願いします。私、名前は加藤誠と言いまして、普段はこの子供が泥団子を持った M 金というハンドルネームで活動しています。フロントエンド開発もしますし、それで使うバックエンドの API とかも使って開発してます。それ以上あまり自分のことは言うことないですが、はい、次進みたいと思います。はい、では早速ですね、こちらがですね、スベルトを使ったサイトになってます。花夢という結婚式場情報サイトのサービスで、お客様が結婚指輪とか婚約指輪を探して店舗に来店の予約をすることができるサービスになってます。花夢はですね、2016年からサービス展開してて、すでに5年以上経過しているので、今後もシステムを早くスケールしていく上で、フロントエンドとバックエンドを分離していくっていうことに決定しました。でですね、まず私たちは技術選定フェーズで、スベルトとビュートリアクトの比較表を作成しました。これは最初に思いつくことですよね。でもそれがどれもですね、一長一短あって決めることができませんでした。はい。で、どうしたかっていうと、やっぱり最終的には、学習コストが低いスベルトに決定したんですが、その理由というのが、当時私たちのチームにはですね、フロントエンドに強いメンバーがいなかったりしたし、あとはマークアップできるデザイナーもいたので、その方たちの受けが良かったっていうところで、私たちの組織に一番合っていたっていうのが理由になります。で、スベルトにもう仮でやってみようと決定してからはですね、チームメンバーが、スベルトへの心理的障壁を感じないように、ゆっくり普及させようと思いました。具体的には、聞いた記事を執筆して、スベルトはこれから来る技術だぞという、そういう感じをですね、醸成していたっていうのと、あとは勉強会を開いて、スベルトのチュートリアルをみんなでやってみたり、あとはですね、この大江くんがですね、スベルトのパーカーを自分で作ってですね、手に持っているのは、スベルトのステッカーなんですが、ロゴの。これをみんなに配って普及してました。で、ロゴの仕様を、これ使用許可取ったのとか聞いたら、リッチ・ハリスさんにもう許可取ってますとかって言って、すごいびっくりしたのを覚えてます。でですね、またいきなりプロダクトに組み込むっていうことはすごいリスクが大きかったので、ログイン画面とフラット機能を備えた社内用アプリを作っていきました。で、ここまではすごい順調そうに見えるんですが、今実際本番のプロダクトに導入しようとなると、開発にしてみて分かったこともあって、エコシステムが未成熟っていうところは当初から予想ついていったんですが、実際に社内アプリ作ってる時にも何度かコンポーネントライブラリを入れ替えたり、SSR したくてサッパーを最初使っていたんですが、ちょうど使い始めた時にスベルトサミットでスベルトキットの発表があって、
サプライズデッドとかっていうのが出てきて、大江君どうしようみたいな感じになったのを覚えてます。次にですね、調査コストが大きいことが挙げられます。ネット情報が少ないので、問題が発生したときにすぐに解決できなかったりしました。あと、当時はドキュメントがありませんでした。なんですが、今はですね、コミュニティの皆さんが爆速で翻訳いただいているので、本当に感謝しています。ここにもたくさんのメンバーがいると思います。トムアムさんはじめて、コントリビューターの方々、本当にありがとうございました。で、本題に戻りますが、他にも検証できていないこともたくさんあったので、実際、最終的には A チームグループ内で実績のあるリアクトとかビューの方がいいんじゃないかっていう声も出てくるようになったんですが、でそこでちょっと消極的な感じになっていったところ、A チームグループ内のリードエンジニアの方に相談したところ、いくつかアドバイスをもらいました。エコシステムが未成熟っていうことに関しては、自分たちで作ってみてもいいんじゃないかという話がありました。これは後で大江君からお話があります。で次に未検証のリスクを過大評価するなっていうところで、作ってみないとどんな問題が起こるかわからないし、リアクトとかビューがうまくいって、いないときっていいなって思えるんですけど、実際同じ問題が起きるだろうし、社内アプリ作ってきて、その問題を乗り越えてきたっていうところもあったので、そこはそんなに気にしなくていいんじゃないかというところ、意見いただきました。そして最後に、早く失敗して、早く試して早く失敗しろっていう言葉をいただいて、実際、あの新しい技術を使いたい気持ちとか、好きな気持ちっていうのを大事にしていいよっていうところと、それを試せる組織やりたいよねっていうところを言っていただいて、すごい気持ちが楽になったのを覚えてます。で、本当にクリティカルな問題が起きたら、その時にリアクとかビューに切り替えたり、で、それまでは、全力で滑るとやりきってみていいよっていうことを言ってもらえて、すごい導入が加速したような覚えてます。で、このようなアドバイスもらって、滑ると導入することに決まって、じゃあ実際どこから始めようかと考えたときに、私たちのサービスで小さく始めることができるのが、結婚指輪情報サービスだったというのがあります。私からの発表は以上です。ありがとうございました。大江君にこの後バトンタッチします。はい。声聞こえますかね。はい。このまま引き続き、僕から福井バトンタッチしてもらってやれたと思います。ちょっと待ってくださいね。共有できたかな。はい。じゃあ、話していきます。はい。ここからはですね、加藤さんからバトンタッチをして、株式会社 HM ライフデザインの大江が発表したいと思います。先ほど自己紹介でも話したんですが、普段加藤さんと同じチームでエンジニアとして働いていて、バックエンドも書きますけど、最近はずっとフロントエンドを書かせていただいているっていう感じになってます。さっきすごい勉強会だったりとか、僕が滑ると本当に、結構2年前とかですかね、すごい見つけた時にすごい好きになって、会社でいいものだからやっぱみんなに広めたいし、使いたいなみたいなところで、ああいう勉強会だったり、ステッカー作ったりっていうところで、直接ツイッターでリッチ・ハリスさんにステッカーとか作って社内に配りたいよっていうのを伝えて、いいですよっていうので、快く言っていただいて作ったっていう経緯があります。で、普段ツイッターとか GitHub とか聞いたとか、この、大江一馬でやってますので、ぜひフォローとよろしくお願いします。はい。早速本題に入っていくんですが、実際に滑ると導入してからの技術スタックやったり、メリット、デメリットみたいなところを話していきます。ですね、さっき紹介してもらった結婚指輪の情報サービスで、滑るとを採用して、最初の技術スタックこちらになります。当時は滑るとキットがなくて、サッパーも開発が止まっている状況だったので、その当時活発に開発をしていた、今も Routify3 頑張ってますけど、Routify というルーティングライブラリを採用しました。で、これで SPA で構築をしまして、でもSPA だと、Google ボットなどが正確に評価してくれない
のではないかっていう不安もあったので、レンダートロンというレンダラーを導入して、ボット向けには静的な HTML っていうのを返すっていうような工夫もしました。で次に、スベルトで作ってみて、辛いところみたいなところなんですが、先ほども言ってたところではありますし、もしかしたら皆さんも感じているところじゃないかなと思ってるんですが、リアクトとかビューのような定番のライブラリーだったり、メンテされ続けているライブラリーっていうのは少ないのは事実だというふうに思っています。でまず定番のライブラリーがないので、基本的にこういうライブラリ探すときに使った方法としては、まず検索エンジンで調べるか、スベルトソサイティの方で調べるとか、メイド with Svelte で調べるかを使いたいライブラリーを探していました。でそれで、僕らは、SEO のメタタグとかを管理するようなライブラリを探していたんですが、それで探したときに自分たちで求める機能があるライブラリがなかったので、今あるようなライブラリにコミットするっていう手もあったかなとは思いますが、すぐ欲しかったですし、自分たちが機能を作っていきたいっていうものもあったので、自分でこのスベルトメタタグスというライブラリを作ることにしました。で、これはスベルトキットを試したいっていう意味も込めて、スベルトキットで構築をしました。で、その後に、後々公開して、開発していく中で、スベルトのブログでも紹介していただいたっていうのもあると思いますけど、現在スター数は100を超えて、僕自身初めてライブラリ作ったんですけど、思ったより多くの方に使っていただいてすごい嬉しく思っています。はい。でこの経験からですね、ライブラリとかプラグインっていうのは、違う人が作ってくれるっていうのは、待つんじゃなくて、自分たちでこの作り上げていかないと、スベルト自体盛り上がっていかないのかなっていうところを思ったので、これからも少しでもスベルトの界隈に貢献することができたらなというふうに思っています。で次に、スベルトで作ってみて嬉しいところですが、嬉しいところはやっぱり開発体験の良さですね。でもリアクトとかビューも僕は書いたことあるんですけど、スベルトが一番直感的で、本当に記述量も少なくて、いいなっていうふうに実感をしています。あとですね、先ほども軽く話ありましたけど、弊社の、デザイナーはもう、HTML とか CSS のコーディング業務も行うんですが、あまりその、リアクトとかビューみたいなフレームワークに慣れている方が少なくて、すごいリアクトやビューを試してもらうときにすごい拒否反応が起きてしまったっていうのがあります。まず、そういう、で、スベルトは HTML-like で書けるってところで、すごく拒否反応少なく、一緒に書いていくうちに、簡単なページとかでも一人で作れるようになって、実際今一緒にデザイナーもスベルトを使って仕事をしています。で、次にですね、スベルトキットの移行について話します。先ほど紹介した構成でリリース後、私たちの技術力不足な面もあるかなとは思ってますが、サービスワーカーがうまく制御できなかったりとか、リリース後にnot found とか頻発してしまったりとかしてしまって、ちょっとユーザー体験を、損なってしまったってことがありました。でその時に、どうしようかなって悩んでいたんですが、でその時にまだベータ版ではありますが、スベルトキットの機能が充実してきていて、そろそろ採用してもいいかもしれないなっていうところを、弊社のテックリードエンジニアと相談をして、スベルトキットに移行をすることが決まりました。で、スベルトキット移行後の技術スタックはこちらです。で、スベルトキット移行して、SPA から SSR の構成に変更しました。で、CSS フレームワークも Tailwind CSS 使ってたんですけど、Windy CSS に乗り換えて、で、テスティングツールも最近出ましたけど、JEST から BTest に乗り換えて、NPM も PNPM に乗り換えました。で、結構これ挑戦的な構成になってるかなと思いますが、以前起きていた不具合も現状起きておらず、開発体験もすごく上がりましたし、ユーザー体験もかなり向上することができたんじゃないかなというふうに思っています。で、次にこれが滑るときと移行前と移行後のライトハウススコアの比較です。でこれはスマートフォン向けの数値になっていて、
パソコン向けの数値っていうのは、ほぼ、満点に近いスコアでいます。で、まだこの広告とか計測系のサードパーティスクリプトが最適化しきれてない箇所があって、ちょっとオールグリーンになってないんですけど、かなり改善することができました。で、最後に、スベルトキットはまだベータ版ではありますけど、実際にプロダクション環境で動かすところまで来ることができました。なかなか事例がないと導入するのに躊躇してしまったりすることがあるかなと思いますけど、今回一つ事例を作ることができたんじゃないかなというふうに思っています。で、皆さんの会社とかでも、スベルトを導入する背中を少しでも押せればなというふうに思っています。はい。以上です。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に。これもすごく面白い発表で。質問ありますか？なければ、私質問あります。スペルトキット、アダプター使っていますね。それはどのアダプターを使っていますか？僕から、今、アダプターノードを使っています。あー今は、今、その花夢のサイトっていうのは、さっき説明ちょっとありましたけど、ちょっと古いというか、ある程度歴史のあるサービスになっていて、そこで実際の花夢のサイトと、その今回作った結婚指輪の情報サービスっていうのは違うもので作られていて、そのあたりもうちょっといろいろややこしいんですが、そういうのがあるので、本当だったら多分、アダプトは、バーセルだったり、クラウドフレアワーカーとか使った方が、もっとパフォーマンスは、上がるかもしれないですけど、一応そういういろいろ事情があって、アダプターノードで、ノードの環境で動かしているっていうような感じになっています。そうですか。本当にアダプターがスペルトキットの強いところだと思いますので、ノードも多分使いやすいと思いますし、あと、いつか変えることになったら簡単に変えたりできますし、はい。すごい本当にそれがいいなと思ってます。なので、多分今の現状に満足してないっていうか、またノードからまた変えるタイミングって絶対今後来るかなと思ってるので、そのタイミングですぐ乗り換えれるっていうのはとてもいいなというふうに実感しているところです。ありがとうございます。質問は他にありますか？はい、はい、いいですか？大丈夫です、もちろん。はい、お願いします。Windy CSS を採用されてるということなんですが、スベルトキットに導入したとき、というか導入するので、タイルウィンドウと比べて、特別な方法があったりとか、特別な操作があったりとかしたりするんですか？特別な操作っていうのは、テールウィンドウから移行するとき、そうです、そうです。テールウィンドウからちょっと質問があれでしたね。もともとテールウィンドウがあったものを、Windy CSS に切り替えたんですか？そうですね。もともと Tailwind CSS 使っていて、そこから Windy CSS に切り替えたんですけど、ここちょっと、ライトニングトークの時間の問題であんまり、あと、スベルトと関係ないかなっていうところで省かせてもらったんですけど、ちょっと説明すると、もともと、Tailwind CSS を使っていて、その分には結構、比較的満足はしていたんですが、その HMR っていうとが遅いみたいなところがあって、あと、テールウィンドウだと開発してるときにすごいちらつきとかが起こったりとか、もしかしたら今は起こんないかもしれないですけど、当時起こっていたりとかしたので、そこでちょっと開発体験悪いなっていう実感はありました。で、その時に、この Windy CSS っていうのが出てきて、そのあたりを解決したようなライブラリですし、あと、
僕が思っていたのは結構 Tailwind CSS ってポスト CSS のプラグインなので、いろいろ設定だったりとか、あと CSS ナノとか、オートプレフィクサーとか、いろいろそのあたりのライブラリを入れないといけないっていう面もあると思うんですけど、この Windy CSS だと、そういうのを入れずに1個入れればいいっていうところが、そのあたりのが結構依存関係が少ないというか、依存関係確かなかったはずなんで、そのあたりがいいところなのかなと思って採用をしました。で、今は結構使って、いろいろWindy CSS にしか使えない書き方とかもいろいろあって、そのあたりが結構気に入ってる面もあります。Tailwind CSS 使ってる方とかは、一回見てもらえれば、すごい面白いかなと思ってます。で、一個、デメリットとして感じてるのは、多分 Tailwind CSS だと使ってる人が多いので、ESLint のプラグインだったりとか、最近プリティアの発表をしてましたけど、そのあたりの周辺のものがあんまり充実していないかなっていうところは、一個懸念点としてはあります。でもそれ以外の開発体験としてはすごくいいので、一回使ってみることをお勧めしますね。ありがとうございます。今の話聞いて、がぜん使ってみたくなりましたね。すごい開発体験はいいと思います。B テストはどうですか？ B テストもかなり、まだベータ版ですよね。ベータ版いつ導入されたんですか？結構最近導入して、でも結構やっぱスベルトキットで、そういうテスト系導入したことがある人って分かると思うんですけど、そのビットの、関係で結構設定が難しかったりとかするんですよね。そのあたりが結構ややこしいなと思っていたので、B テスト導入したっていうのもあります。でも今 B テスト導入しても、ちょっと滑るときって完全に対応しきれてない部分とかもあるので、これはちょっと万人にお勧めできるかってちょっと怪しいんですけど、今僕らのプロダクトだと、結構 E2E やってるところもあって、単体テストがあまり、これは悪いところかもしれないですけど、かけてない部分もあるので、そこまで影響がなかったっていうのがあります。で、今後開発が B テスト進んでくると、結構ツベルトキットと合わせるとすごく相性がいいものになるんじゃないかなと思っているので、かなり期待はしてます。わかりました。ありがとうございます。チャットで。今コメント欄に、はい。ウィンディにしてよかったなって僕が思ったところを一つだけ挙げましたが、やっぱレスポンシブになってくるとどんどん見づらくなっていくんですが、そういったものを一つに固めることができるので、ウィンディだと。可読性がすごい良くなったなっていうのは感じますし、あと VS コードの拡張機能にも Windy の拡張機能あるので、ちゃんと、ファイル保存したときにソートかけてくれたりっていうので、そのあたりもコードの補修も良いなとは思います。あともう一個、ウィンディのいいところなんですけど、すごいスベルトの話なので、ウィンディの話をしてるって話なんですけど、すごいデザイナーから好評だったのは、開発時の DevTools で、そのまま変えれるんですよね。テールウィンドウは多分対応しないと思うんですけど、生成、DevTools 上でクラスを変えたときに、多分テールウィンドウだと反映されなくて、一回ビルドしないと多分反映されないと思うんですけど、Windy だと開発環境上でそのクラスを変更したときにすぐに反映されるみたいなところがあるので、DevTools 上で一回その UI 変えてみたいなみたいなところで変えてみて、それを実際のコードに反映するみたいな動きもできるところが結構いいなと思ってます。